カメムシの大量発生と大規模農業の関係。イントロダクション。今日は、カメムシの大量発生と大規模農業の関係について、ずんだもんと四国メタンと共に詳しく探求します。この問題は、現代の農業において重要な課題の一つであり、理解と対策が求められています。農業は私たちの食料を供給するだけでなく、地球の生態系全体を維持するためにも重要です。しかし、カメムシの大量発生は、そのバランスを崩す可能性があります。カメムシの生態。カメムシはなぜ大量発生するのだ？カメムシは特定の環境条件下で大量発生するの。それらは適切な食物供給、適度な湿度、それから適切な温度よ。これらが揃うとカメムシは大量に繁殖するの。食物供給に関してはカメムシは植物の汁を吸って生息していて、豊富な食性があるところは彼らにとって理想的な環境になるの。それからカメムシは冬を越すための適切な場所があると大量発生しやすくなるの。これらの条件が揃った場所というと農地がまさに該当するわね。大規模農業とカメムシの関係。大規模農業はカメムシの大量発生にどう影響するのだ？大規模農業はカメムシにとって理想的な環境なの。大量の作物は食物供給を、広大な畑は適度な湿度と温度を確保するの。特に一面に同じ作物が植えられている大規模農業では、カメムシが好む食物が一度に大量に提供されて大量繁殖を促してしまう可能性があるの。さらに大規模農業では農薬の使用が一般的で、これがカメムシの天敵を減少させて結果的にカメムシの数を増加させる可能性もあるの。つまり大規模農業はカメムシの大量発生を促進する条件を全て揃えてしまっているのよ。カメムシの大量発生への対策。大規模農業ではどうやってカメムシの大量発生を防げばいいのだ？多様な作物を植えたり天敵を導入することでカメムシの大量発生を抑制することが可能よ。それから適切な農薬の使用やカメムシの生息環境を破壊することも有効ね。特にカメムシの天敵であるマツムシソウなどを植えることで自然にカメムシの数を抑えることができるわよ。さらに農地の周囲にカメムシが越冬しにくい環境を作ることも効果的だわ。これらの対策は一部の農家ではすでに取り入れられているのよ。まとめ。カメムシの大量発生は大規模農業の一部の影響を受けています。しかし、適切な対策を講じることで、その影響を最小限に抑えることが可能です。我々は持続可能な農業を続けるために、これらの対策を積極的に実施することを強く推奨します。カメムシの大量発生は農業だけでなく生態系全体に影響を及ぼす可能性があるため、一人一人が意識を持つことも重要です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。